こんにちは、アリスチャンネルです。今回は悲しみの秘義。著者は若松英輔さん、有名な批評家です。早速見ていきましょう。悲しみの秘義。涙は必ずしも頬を伝うとは限らない。悲しみが極まったとき、涙は枯れることがある。深い悲しみの中、勇気を振り絞って生きている人は皆、見えない涙が胸を流れることを知っている。悲しみを生きている人は、どんな場所にもいる。年が改まり、世がそれをことほぐ中でも一人、悲しむ人はいる。この悲しみには底があるのか、と思われるほど、深い悲嘆に暮れる日々を過ごす人もいるに違いない。かつて日本人は、悲しを悲しとだけでなく、愛し、あるいは美しとすら書いて悲しと呼んだ。悲しみにはいつも慈しむ心が生きていて、そこには美としか呼ぶことができない何かが宿っているというのである。ここでの美は、華美や華麗、豪奢とは全く関係がない。苦境にあっても、日々を懸命に生きる者が放つ、光のようなものに他ならない。人生には、悲しみを通じてしか開かない扉がある。悲しむ者は、新しい生の幕開けに立ち会っているのかもしれない。単に、悲しみを忌むものとしてしか見ない者は、それを背負って歩く者に勇者の魂が宿っていることにも気がつくまい。宮沢賢治は小祝農場と題する詩で悲しみに触れこう書いている。もう決して寂しくはない。何べん寂しくないと言ったとこでまた寂しくなるのは決まっている。けれども、ここはこれでいいのだ。すべて寂しさと悲愴を絶いて、人は透明な軌道を進む。この詩を賢治は、妹トシが亡くなる半年ほど前に書いている。賢治は妹を愛した。彼女の死は、賢治に半身が奪われたような苦しみを強いた。詩を書いたとき、妹は病の床にいた。彼女の死が頭を強くよぎる。寂しくないと強がってみたところでまた、寂しさが襲ってくるに決まっている。しかしそれでも構わない。闇に覆われ、光を見失うこともあるかもしれない。それでも自分は一人、定められた道をすべて寂しさと悲愴とを絶いて進むというのである。透明な軌道という表現は、人生の道は目に見えず、それぞれの人にとって固有のものであることを示している。同じ悲しみなど存在しない。そういうところに立ってみなければ、悲しみの実相には触れえまい。同じものがないから、二つの悲しみは響き合い、共振するのではないか。一人悲しむとき、人は時空を超えて広く、深く他者とつながる。そうした悲しみの秘義とも言うべき出来事を、賢治は生き、死に刻んだ。言った大切な人を思うとき、人は悲しみを感じる。だがそれはしばしば、単なる悲嘆では終わらない。悲しみは別離に伴う現象ではなく、亡き者の訪れを告げる出来事だと感じることはないだろうか。愛しき者がそばにいる。どうしてそれを消し去る必要があるだろう。どうして乗り越える必要などあるだろう。賢治がそうだったように、
悲しみがあるから生きていられる。そう感じている人はいる。出会った意味を本当に味わうのは、その人とまみえることができなくなってからなのかもしれない。開口の喜びを感じているのなら、そのことをもっと慈しんでよい。勇気を出して、そう語り出さなくてはならないのだろう。あなたに出会えてよかったと伝えることから始めてみる。相手は目の前にいなくてもよい。ただ心の中でそう語りかけるだけで、何かが変わり始めるのを感じるだろう。見えないことの確かさ。偶然ある出来事が起こって、どこからか心に光が差し込んでくる。そう感じたことはないだろうか。光線を目で見たわけでもないのに、光としか言いようのない何かが胸を貫くのを感じたことはないだろうか。また、あることを心から理解したとき、私たちは、わかったと過去形で言う。そんなとき人は、自分にとって親しい、しかし本当の意味を測りかねていた何かを発見したかのように、その衝撃を語り始める。私たちが日常でしばしば経験しているこれらの現象は、真に人を目覚めさせる契機となるものがすでにその人の内に宿っていることを示している。光はないものを照らし出すことはできないからだ。美術館に行く。不意に何かに打たれたような衝撃を受けて、その絵の前で呆然と立ち尽くす。公園で花を咲かせた一本の樹木に見せられることもあるかもしれない。街で耳にする音楽にハッとさせられることもある。だが、他の人は何事もなかったように傍らを通り過ぎていく。人生を変えるような大きな出来事が起こっていても、周囲はそれに気がつかない。本との出会いも似た状況で起こる。探していた一冊に出会えたとき、私たちは単に新しい言葉を知ったというふうには思わない。時空を超えてやってきた未知の、しかし旧友と呼びたくなるような存在と巡り合ったように感じる。しかし自分に起こったことを懸命に説明してもなかなか他の人には伝わらない。だから黙って本を送ることもある。だが人からもらった本にはなかなか手が伸びない。一方送った人は自分に起こった小さな事件が他の人にも起こると信じている。人生の岐路と呼ぶべき出来事は、それが自分の中ではどんなに激しく起こっていても、それを他者と分かち合うことはできない。理由はもう分かっている。それらはすべて私たちの内なる世界で起こった私にとっての事件だからだ。希望、愛、信頼、慰め、励まし、癒し、どれも生きていく上でなくてはならないものだ。いずれも見ることもできなければ手で触ることもできない。とはいえ、見えないこととないこととは違う。見えないが存在する。そうしたものが私たちの人生をそこから支えているらしい。これから詩を書いていきたいと願う若者がいた。詩を書くとは、内なる世界の出来事に真実が潜んでいることを言葉によって明かしする営みである。青年はあるとき、何の前触れもなく、詩人リルケに自作の詩に手紙を付して送った。その返事にリルケは次のような一節を書き送った。そんなことは一切おやめなさい。あなたは外へ目を向けていらっしゃる。だが何よりも今、あなたの
なさってはいけないことがそれなのです。誰もあなたに助言したり手助けしたりすることはできません。誰も。ただ一つの手段があるきりです。自らの内へお入りなさい。人は皆例外なく内なる詩人を宿している。詩を作るかどうかは別にして、誰もが詩情を宿している。そうでなければ、真理や善、あるいは美しいものに触れたとしても何も感じることはなく、それを誰かに伝えたいと思うこともないだろう。内なる詩人はこう語る。見えないから不確かなのではない。見えないからこそ一層確かなのだ。彼方の世界へ届く歌。悲痛という表現がある。悲しみは心情を表す言葉だから、本来ならば痛いと感じることはないはずなのに、そうとしか言い得ない出来事が確かにある。言葉は思いのすべてを表現し得ない。そんな実感は毎日の生活の中でしばしば経験される。こうした命名しがたい情感が心で大きな場所を占めていると感じられる。誰に伝えようもないばかりか、それが何であるかを自分でもわからないまま、私たちは痛みとともに日々を過ごし続けなくてはならないのだろうか。肉体的な痛みは苦しみの原因であるだけでなく、治療が必要であることを知らせる体からの訴えである。心においても同じで、悲痛はしばらく立ち止まって、時によって癒されるが良いという人生からの促しなのかもしれない。人はしばしば自分の苦しみだけを見て、慰めが必要なことを見過ごしている。涙は時に心身が休息と慰めを求めていることを私たちに教えてくれる。涙を流した時に初めて自分は悲しんでいたのだと知ることすらある。誰に語り得ないとしても、今感じている悲しみがかけがえのないものであることを涙は教えてくれる。小林秀夫は言葉と題するエッセイで悲しみと涙をめぐってこう書いている。悲しみに対しこれを整えようと肉体が涙を求めるように、悲しみに対して精神はその意識を、その言葉を求める。涙が頬を伝う。それは何者かが言葉を探す準備が整ったことを知らせているというのである。こうしたとき、古の人々は歌を詠んだ。愛する人、自然に向かって語りかけた。生きる者だけでなく、亡き者に向かっても生まず、歌を届け続けた。魂に触れること、それが言葉に秘められた最も根源的な働きであることを歌人たちは本能的に感じていた。心で読んだ歌が魂となった生きし者たちにどうして届かないはずがあろうか。それが個人の確信だった。歌は初めから31文字の形式をしていたのではない。長い年月の中、無数の悲痛が折り重なるうちに姿が整えられていった。先に見たのと同じ一文で小林は歌の起源にも触れている。悲しみなく声は言葉とは言えず、歌とは言えまい。むしろ一種の動作であるが、悲しみが切実になれば、この動作にはおのずから抑揚がつき、拍子がつくであろう。これが歌の調べの発生である、と宣長は考えている。
言葉とも呼ぶことができないうめき、それが和歌の始まりだというのである。ここでの歌は挽歌、死者に呼びかける歌である。挽歌は次第に愛戚の思いを募らせた総問歌になっていった。同じことは現代に生きる私たちの心中でも起きる。だが歌に馴染みのない現代人は急に思いを読み上げることはできない。歌を読むことができないなら手紙を書いてみてはどうだろう。かつて歌は彼方の世界にまで届くと信じられていた。今日の言葉だけは必ず届くのだと思い、亡き人に手紙を書いてみる。愚かしいと断ずるのは、一度書いてみてからでも遅くはない。文字を記すことができないなら、うめきよ、言葉になれ、と願うだけでも構わない。その思いは必ず、見えない言葉で刻まれた手紙となって、天へと駆け上がるからである。悲しい花。誰かを慈しむことはいつも悲しみを育むことになる。なぜなら、そう思う相手を失うことが耐え難いほどの悲痛の経験になるからだ。宿った情感が豊かで、また相手を深く思えば思うほど、訪れる悲しみも深くなる。生きる者はすべて滅び、会うはこれ別れの始め。水やかの無常の嵐、おののく花を地上へ誘う。これは白狐と題する岡倉天心が英語で書いた戯曲にある一節である。生まれるとは滅びに向かって進むことであり、出会いは別れの始まりだというのである。無常の嵐とは非常なまでに吹き荒れ、決して逃れることのできない運命の訪れである。風は何も語らない。しかし、大切な人と自分との間を引き裂いていく。ここまでは良い。だがもしかしたら、おののく花を地上へ誘うという表現は少し唐突に感じられるかもしれない。1913年3月、亡くなる半年前に岡倉天心は、この作品を一人の女性に向けて書いた。送ったのはイザベラ・ガードナーという資産家の女性で、彼女は天心の才能をいち早く認め、その活動を支援した。白狐の原稿は今もボストンにある。彼女の名前を冠した美術館に保管されている。この作品は刺激の形で心情を告白する天心が彼女に送った書簡だとも言える。作品の存在が広く知られたのは天心の没後であることを考え合わせると、彼の遺言のようにも読めてくる。ここで出てくる花とは天心の思想を読み解く鍵となる言葉だ。白狐を受け取った女性は、このイチゴにどんな意味が秘められているのかを知っていた。愛する気持ちを胸に宿したとき、私たちが手にしているのは悲しみの種である。その種には日々愛という水が注がれ、ついに美しい花が咲く。悲しみの花は決して枯れない。それを潤すのは私たちの心を流れる涙だからだ。生きるとは自らの心の中に一輪の悲しみの花を育てることなのかもしれない。彼女。余命が限られていると分かっていても、彼女はそのことを周りに伝えるのを強く拒んだ。話を聞いた人が自分のことで心配するのが嫌だったのである。
そこには夫の家族ばかりか、自分の両親も含まれていた。関係が悪かったのではない。親友も島で彼女の闘病を知らなかった。だが、容体が悪化し、腹水が溜まり始め、夫一人では十分な介護ができなくなる。隠し通すことができなくなって彼女は自分が癌であることを両親に伝えた。それ以降、夫ともども彼女の実家で暮らすことになった。亡くなる5ヶ月ほど前のことである。お腹だけでなく胸にも水が溜まり、呼吸すら困難になる時もあった。激しい苦痛が伴っているのは明らかだった。しかし彼女は苦しみを訴えない。夫は何でも言っていいんだよ。苦しい時はそう言ってね。と話した。すると彼女はしばらく黙ってこう言った。ありがとう。でもいいの。私が感じていることをそのまま口にしたら、聞いたあなたはきっと耐えられないと思うから。亡くなる日のことだった。急に胸の水の勢いが増して、呼吸が細くなり、病院に搬送された。医師は応急処置をし、夫に状況は極めて深刻だと伝えた。彼女と夫が用意された個室に入ると、彼女の母親が来ていた。この時、ほとんど口を聞けない彼女が母に言ったのは、疲れるといけないから、今日は家に戻って、明日また来てほしいということだった。明日は来なかった。彼女は自分の最後を母親に見せまいとしたのである。夫と二人きりになると彼女は酸素マスク越しに夫に向かって、ごめんね、少し疲れちゃった、と言った。亡くなったのは彼女の母親が病室を出て3時間も経過していない時のことだった。夫はまず妻の両親に連絡をし、自分の家族にも初めて妻の闘病と死を伝えた。翌日に密葬と決まった。彼女は実家に運ばれ、その晩、夫は妻の横で寝た。幾度か顔を触ってみたが、冷たく動かない。当然ながら、話しかけても応答はない。なぜか涙は出なかった。密葬には夫の家族も参列した。夫の母親は棺桶の縁をつかみ、どうしてあなたそこにいるのとむせび泣いた。その声を聞いたとき夫は本当に妻がいなくなったのだと初めてのように思う。この時わずかに残っていた理性がほころんでいたら夫は葬儀の進行を妨げるほどに慟哭したかもしれない。精神科医だった神谷美恵子の生きがいについてという本にはしばしば愛する者を失った若い女性の手記が引かれている。だが手記を書いた女性とは患者の一人ではなく、突然恋人を失った若き日の神谷自身だったのである。ガラガラガラ、突然恐ろしい音を立てて大地は足元から崩れ落ち、重い空がその中にめり込んだ。私は思わず両手で顔を覆い、道の真ん中にヘタヘタとしゃがみ込んだ。底知れぬ闇の中に無限に転落していく。彼は生き、それとともに私も今まで生きてきたこの命を失った。
愛する人を失っただけではない。彼と共に生きてきた日々すらも何者かに奪われたように感じられ、生きていく意味も見えなくなってしまったというのである。だが神谷は同じ本の中でイギリスの詩人テニスンの次のような一節も引いている。愛し、そして失ったということは、一度も愛したことがないよりも良いことなのだ。本当なのだろう。今はこの詩人のうめきもよくわかる。これまで書いてきた彼女とは、5年前に言った私の妻である。